68回発生しているということなんですね。一連の地震活動、その中の一つが今回発生したと。はい、11月26日22時47分頃、石川県の方で最大震度5弱の地震が発生しました。この地震と今年1月1日に発生しました能登半島地震との関連性、またその特徴、今後の注意点などについて見ていきたいと思います。まずはですね、こちらの方が11月26日22時47分頃発生しました地震、そちらの震度の分布になります。震源地は石川県の西方沖、地震の規模を示すマグニチュードは 6.6、震源の深さは7キロといった状況になっています。で、この地震が発生した後ですけども、27日の17時までですね、27日の17時までというところで見てみると、こちら震度1以上の有感地震と呼ばれているものですが、震度1以上の地震、これは68回発生しているということなんですね。そのうち震度3以上は3回発生したといったような状況でした。で、この地震ですけども、震源の位置などを見ていきたいと思いますが、こちらです。で、こちらがですね、今年1月1日から26日22時47分の今回の地震までの間に発生している能登半島周辺の、一連の地震活動の震央分布という形になるわけですけれども、こちらの方を見ていくとですね、特に地震の発生領域多いところとしてはこの範疇になるのかなというところですね。で、この範疇ですけども、今年の1月1日に発生しました能登半島地震、震源はちょうどこの辺りでしたので、この地震をきっかけとした一連の地震活動、その中の一つが今回発生したという形となります。で、もともとこの1月1日に発生した能登半島地震の震源域というところを考えてみると、このたくさんの地震が発生している場所ですね。この付近が全体的にそのような形となっているわけですが、ただですね、このエリア、一度の地震で全体が断層として破壊されたわけではなくて、例えば1月1日の能登半島地震は、この付近がこういう形で割れてみたりとか、このようないくつかの断層破壊が発生しているのがこの地震の震源領域と呼ばれている、この赤い点がたくさん打たれているところなんですね。で、それを考えてみると、今回のこの地震というのはこの震源域の中の一番西の端にこの辺りで発生したものといった状況となっています。で、今回はですね、この地震の発生した場所というのが深さ7キロということで、しかも逆断層型でしたから少し海底での変動があって、若干の海面変動があるといったような情報も発表されたといったような状況でした。ですので、このような形で大きな地震が発生した場合はですね、その周辺でまた新たなものが発生するといったこの一連の流れというところを見ていくことができるかと思います。で、続いてなんですけども、こちらの方、こちらはですね、震源断層シミュレーションというものを実際に行った結果になるんですが、ちょっと分かりにくいんですけども、左側の方が1月1日16時10分に発生したマグニチュード 7.6の地震ですね。能登半島地震です。実際はこれはシミュレーション結果なので必ずしもこの通りではないんですけども、この範囲が、いわゆる一度の地震で、断層が破壊、滑りが発生した場所という形になります。で、今回の地震はですね、こちらになるんですね。この辺り、比較的範囲としてはこの狭めに日本に見えるんですけども、1月1日の地震はマグニチュード 7.6 です。で、今回の地震はマグニチュード 6.6 ということで、マグニチュードでだいたい1ぐらいの差があるんですね。で、このマグニチュードとこの断層が動くエリアの面積っていうのはだいたい関連付けられる形となっていて、マグニチュードが1違うとだいたいその面積は例えばマグニチュード6と7を比べると
6を1とすれば7は8ということで8倍の広さ、そのあたりでの動きが出るといった状況となります。ですので今回はこの範囲としては1月1日のものと比べると断層が動いた範囲、その面積は少し小さかったかなといった状況となっています。で、実際に今回のこの地震が発生した後ですね、皆さんからも揺れに関する特に揺れ方ですよね、揺れ方の特徴についていろいろと情報をいただきました。でこちら見ると、まずはここ、今回最大震度5弱を観測したのは石川県内輪島市と志賀町なんですけども、志賀町付近のもので、このエリアは比較的黄色のマークですので、ガタガタ小刻みな揺れというものが多く皆さんからいただいています。で画面右側の方の波形になります。これは防災科学技術研究所が設置している共振加速度計というのがあるんですね。特に強い地震の波を加速度として観測するものになるんですけども、で、こちら画面上の方が実際にその加速度記録を地震の波波形にしたもので、その下にあるものはちょっと分かりにくいんですけども、周期ごとにどのような波の強さといいますか、その量があるのかというところを見たものなんですけれども、これはよくフーリエスペクトルというものなんですね。加速度記録をフーリエ変換してそれで見ているスペクトルと呼ばれているもので、どの周期のものが一番卓越しているのかというところを見ているんですが、これを見るとこのガタガタ小刻みな揺れを感じたところでは卓越周期 0.16 秒ということで結構短い、本当にガタガタガタといったような揺れなんですね。でこの 0.1 秒ぐらいのこういった小刻みな揺れだと、部屋の中でも例えば本棚から本が落ちるであるとか、そういったような被害が多くなっている。ただ建物そのものが倒壊するようなものではないといったところなんですね。でこれが1秒を超えてくる、1秒から2秒ぐらいになってくると、いわゆるキラーパルスと呼ばれているものになって、それに伴ってですね、建物そのものが倒壊してしまうことがあります。で実際に1月1日の場合はですね、そのキラーパルス、卓越周期1秒から2秒程度のパルス的な、そこだけポンと立ち上がったような波があって、それによって建物が倒壊したということもありました。で続いてなんですけども、こちらはですね、金沢市周辺になるんですけども、オレンジのゆらゆら酔いそうな揺れといったようなリポートがだいぶ多いんですね。で加速度記録は上の方になります。でこちら見ると、先ほどのものと比べると、こちらを見てみるとですね、例えば志賀町付近のものというのはこの最初の立ち上がりが非常に大きいんですが、その後少しずつ弱まっていったような状況となっています。ただしこの金沢のものを見るとですね、この後ですね、あと少しゆったりとしたといいますか、この少し波と波の間隔が若干広いものがずっと続いていくような状況になっています。でこちらの方は卓越周期を見てみると 4.02 秒、先ほどが 0.16 秒ですから、だいぶ長い波といった状況となります。でこのようなゆったりとした、皆さんの体感から言うとゆらゆら酔いそうな揺れといったような周期の長い波というのは、どうしてもですね、高い建物に大きく影響される。で特にこの金沢周辺、石川県内でも金沢市周辺というのは比較的高い建物もあったりしますので、そういうところでは高いところで特に上層階だとかなり揺れたんではないかなと思います。長周期地震動の方も観測されていまして、長周期地震動階級として2を観測したのが金沢市と津幡町という形となりました。ですので今回のこの地震に伴ってこの周期の違う波があちこちに出るわけですけども、その一番強い波、一番強いといいますか、一番この卓越した周期の波というのが受けることによって、それぞれのエリアで揺れ方も異なってくる、場合によっては被害の状況も異なってくるといった流れとなるかなといった流れとなっています。でここまでがこれまでの実際に今回発生した地震のですね、メカニズムといいますか、その特徴という形となるわけなんですけども、これからはこの後はですね、では今後どのようなところに気をつければいいのかというところについて見ていきたいと思います。でまずは地震なんですけども、
よく震源の位置、震源の深さという言葉は使うことがあるんですが、ただ震源というのはあくまでも点ではないんですね。先ほど見ていただきました通り、このエリアが断層として動きました、破壊されましたよというお話をしました。ある程度面を持っている、広さを持っているんですね。ちょっとそちらをイメージしたものがあるのでこちらになります。で、この図に関しては上の赤い枠で囲われたものが、断層だと思ってください。で、この星印のところ、ここから断層の破壊が始まって、だんだんと右の方にその破壊が伝播していくといったことを示したものになります。で、こちらまずこの破壊点からだんだんこう右の方に断層破壊が進んでいって、一旦ちょっとここで止まって、その後再びこういうふうに動き出した。このような断層の動きをすると、この地震の波形を見るとですね、大きく2つの山に分かれてますよね。こんな感じになるんですね。なので、非常に模式的に書いてあるので一様になっているんですが、実際この断層の中でいうのは非常に複雑。実際、地震波をすぐに発生させる場所もあれば、そうでない場所もあるといった状況とはなります。で、この辺りなんですけども、どういうことを示しているかというとですね、こういう感じの非常に模式的に書くので非常に単純化してるんですが、こういう断層があって、実際にこの断層の破壊がどんどん進んでいきます。断層破壊が進んでいくと、これがこういうふうにずれていくわけなんですね。断層がこういうふうにずれていく。今回はちょっと逆断層だったので向きとしては逆に今なるんですが、こういう方向にずれていくといった状況なんですけども、で、断層破壊がこの進む速度というのはだいたい 2.5km、秒速 2.5km ぐらいなんですね。時速にすると時速9000キロです。そのようなぐらいの速い速度で一気に割れていくといった状況です。あとはこの滑る速度というのはだいたい1秒間に1メーターぐらいずれるといった状況になってきます。で、ただこのずれる時にはですね、一気にずれる場所もあれば、そうじゃない場所もあったりするんですね。で、ずるっと滑っていく時っていうのはそこまで強い波は発生させないんですけども、ちょっと岩盤と岩盤がしっかりとくっついているような時っていうのは、そこがずれるにはエネルギーが多く消費されるので、そこで一気に強い波が発生すると、そんな状況となります。で、今回この地震の方が発生した断層、どのような形になっていったのかというところをしっかりと解析したわけではないんですけれども、いずれにしても一様には割れていかない、そういう形となります。で、もう一点は、このような形で、断層が動いていくわけですけれども、それに伴ってそれまで蓄積されていた力が解放されていく形になります。ただし解放されずに残るところも出てくるといった状況になるかなとは思うんですね。ですのでもう一度こちらの方、図の方を見ていきますと、こちらもうちょっと一度書き直してみますが、今回例えばこういう断層がありました。で、震源からだんだんと動いていって、このエリアで地震が発生しました。もともとの今回の地震の破壊の開始点、いわゆる震源の場所はここでしたといったような状況になっているんですが、で、じゃあこのエリアの中で、このエリアというのはどうしても地震が発生しやすくなります。先ほどお話しした通り、今日の17時までの間にこのエリアでは68回の震度1以上の地震が発生しているわけですけれども、ただ同じ場所が破壊点としているわけではないんですね。この中で破壊点がこういうふうに移っていったりするわけなんですね。こんな状況となる。ですので、この一様のこの四角の中でも、さらにまたその地震によって力が溜まってしまったところが出てくるというふうに見ておいていただければなと思います。そのあたりを考えてみると、今後の注意として出てくるのはこちらなのかなと思うんですね。で、こちらも震源断層シミュレーション、先ほど見ていただいた通り、今回の地震というところで、断層破壊が発生した領域というのがこの白い四角で囲われているわけです。実際にはこの震源の位置がもう少しこの断層の方がですね、震源の場所から北の方に割れた場合、南の方に割れた場合とか、ちょっと位置的なズレはあるかもしれませんが、こういった範囲の幅を持っているといった形となるんですね。で、気象庁はこの先1週間程度、最大震度5弱程度の地震に注意してくださいということを発表しました。実際ですね、この範囲の中で次に発生する地震の震源、いわゆる断層の破壊点が
もしこの辺りで発生した場合というのは、場合によっては破壊領域がこちらの方に広がっていく可能性もあったりとか、あとは逆方向に広がる可能性もある。ですので、今回最大震度5弱を観測したのはこの辺りとこの辺り、いわゆる能登エリアだったわけですけれども、場合によってはここですね、この震度5弱程度の地震というのが能登エリアではなくて、いわゆる金沢市を含むような加賀エリアで発生する可能性もあるということもありますので、この付近の方はこの先1週間やはり十分に注意をしてください。今回震度5弱を観測したところで、もし同じ規模の地震が発生したときに全く同じ場所で同じ強さの揺れが来るとは限らないというところが一つポイントになってくるかと思いますから、十分注意をしていただきたいと思います。ということで、26日に発生しました能登半島で、能登半島地震のですね、一連の地震活動に関連した地震についてお話をしました。また今後の注意点についてもお話しさせていただきました。ちょっとこのあたりの注意点、留意していただいて、安全に過ごしていただきたいと思います。また地震に関する詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。